こんにちは、はじめまして。私、ノマの松永と申します。ノマはですね、日本で活動している、VR の実写の映像制作の団体ですと。で、本日はですね、カンダオという中国の会社なんですけれど、最新の、VR のカメラを入手しましたので、まずは、アンボクシングイベント開封の儀をですね、撮りたいと思います。この動画では、そのカンダオが、届いたら中に何が入っているのか、あとは口頭でそのスペックなども、話しながら動画を撮っていきたいなと思います。じゃあ早速ですけれども、これが、届いた箱です。でこれを開けると、まずはですね、1枚段ボールが入っていて、ここにカンダオのオブシディアンですねが、印刷されておりますと。ちなみにオブシディアン S も R も、似たような筐体ですと。でこれを外すと、まずはいくつか箱がありますね。じゃあまずは真ん中のこの箱、これはレンズ拭きですね。石井太一、なんか日本のやつなんですかね。レトロなメガネって書いてありますね。なんか日本用に入れてくれるのか分かんないですけど。でこれがマイク用の、ケーブルですね。スペシャルサウンド対応って、なんか書いてありますかね。これはそうですね、スペシャルサウンドで、開けるとユーザーガイドと、撮影用のガイドライン、シューティングガイドライン、撮影用ですね。あとは、How to Connect Obsidian to アプリなので、スマートフォンアプリですかねに、どうやって接続するのかというマニュアルが3つ入っております。非常にシンプルですね。じゃあまずはこの、ユーザーガイドですけれども、モデル S と R、ハイスピードとハイレゾリューション両方対応しているマニュアルですね。中は英語ですね。で、どういったパーツが入っていたりだとか、設定できるパラメータですかね。あとはどういった、部品が、内包されているのか、あとカメラを使うということ、オプシディアンのリモートアプリ、スマートフォンアプリで、どうやって、操作するのか、あとスタジオという編集ソフトウェアですね、これは。の説明が、目次として書かれております。内容もそうですね、もう目次通り全部英語で、このように、書いてありますね。パッケージの中身、カメラを使う、SD カードの入れ方、タイムラプスの操作の仕方、マスターレンズの位置、リモートアプリでの操作の方法、編集アプリのスタジオと。で以降はこれ中国マンダリンですね。マンダリンで、説明が以降同じ内容が。あとは安全上での、注意点なども英語で書かれておりますね。これがユーザーガイドと。で次がシューティングガイドライン、撮影上の注意ってことですかね。これも目次としては、カメラからの距離、ステレオ、カメラのモーション、動きってことなんですかね。カメラの高さ、水関係のこと、エクストリームエクスポージャー、なるほど、太陽光とか強いところでの注意点とかってことですかね。あとは、回避すべきシナリオみたいなことが書いてあります。これも英語と中国は同じページに交互に書かれてる感じですね。これが距離であったり、ステレオの話であったり、カメラの動き、カメラの高さ、水関係の話。これもなんか面白い図ですね。なるほど、高さがないと自分が変なところに埋め込まれてる感じになるよというような絵ですね。あとは太陽光が強いとこ、光が強いとこ、回避すべきシナリオ、などなど、これがあったらまずは撮影できるよというような感じですかね。でこれが、まずはネットワークへの接続方法ですかね。まずアプリをここでダウンロードする、ネットワークにカメラをくっつけてイーサネットケーブルがどうやってつなげるだとか、スマートフォンをネットワークにつなげるだとか、アプリケーションどうやってつなげるかなどなどですね。マニュアルとしては非常に簡潔でこの3つですね。ちなみに実際使ってる時にいろいろ技術的な質問とかあると思いますけど、
神田はですね Facebook でのサポートと、WeChat という、中国の LINE みたいなやつですかね、それでサポートも、承っているそうです。もともと Facebook でいろいろやってたんですけど、 Facebook がどうも中国だと、なかなか接続しづらいということで、最近どんどん WeChat の方のサポートに移行しております。ちなみにすごいレスは早くて、なんか質問を送ったら大体1日以内には、下手しても数時間以内には、神田から返信来たり、あとは全世界にいるオブシディアンのユーザーから質問が、回答が来たりしますと。でこれが次の、箱で、PoE ですね、パワーオーバーイーサーネットのケーブルの、電源ですね、DC54V60W 対応だと。でこれを開けると早速筐体が出てきて、ここに AC インのアダプターを接続して、これに対応してれば使えるということですかね。汎用的な部品で大丈夫そうですね。でこれはそうですね、 PoE とデータ、あとデータ入力ですね。 PoE はすごい便利ですね。なので他のメーカーのものと違ってケーブル1本さえあればもう電源からデータも取れるということですかね。これは非常に撮影現場とこれは重要な機能だと思います。じゃあこれは、また箱にしまって次の箱に移りたいと思いますと。次こっちの箱ですね。これは、PoE パワーコード自体、こっちがじゃあ電源に挿すやつですね。じゃあ開けてみて、そうですね、これがさっきの電源くっつけるやつですね、ケーブル。これはもうこれでこれをしまって、これからが、本命ですね。ちょっと逆さまになってるんで、こうやってここにオプシディアン360度 3D バーチャルリアリティカメラと書いておりますと。じゃあこれを今から箱から引き抜きますと。ちなみにこの箱にもあって、ここにも印刷されてますね。じゃあ逆から開けてもちゃんと画像が出前変えてくれますよみたいな感じですね。さて、じゃあ結構頑丈に梱包されてますね。ちなみに僕には DHL で届きましたので、こうしっかりと運んでくれると思います。初期不良とかあったらまた神田に問い合わせれば対応してくれるかなと思います。これ何ですかね、結構容量が重いですね。10キロはないけど3、4キロぐらいですね。なんだろう。なるほど、アタッシュケースまでついてるんですね。かっこいい。神田って印刷されて、ちょっとじゃあ回転していきますけれども、こういう感じですね。じゃあこれが側で、ちょっとしたクッション性と、あと横に肩掛け用の紐をストラップをくっつけられるものですかね。じゃあこれを早速パコパコっと、ででん。こういう感じになってますね。なるほど。非常に美しく入ってますね。これいいですね。もうこれこのまんま現場に運べばもうそのまんま使えそうですね。さて、じゃあ一個一個説明していきますと、まずじゃあ、右上から左上かなからいきますか。ここはバッテリーストーレージ for LPE6。これは汎用的なバッテリーですね。これは実際もうカメラとかの撮影とかしてる人だったらもう持ってるバッテリーかなと思います。なるほど、ここに差し込めるという感じですね。こういう感じでのスマートですね。じゃあ時計回りに行って、次じゃあこれはあれですね、ちゃんと水平に置かれてるのかっていう確認するためのものですね。次これはなるほど、これは三脚とかに取り付けるための部品ですね。これもなんかのオプシディアンのロゴですかね。さてこれじゃあ次戻しまして、これはですね、そうですね、これとこれを使って三脚にくっつけるということですかね。違うな、これは多分上のバッテリーと交換するものですね。でここにそのマイクとかもし何かつけるのであれば、そうですね、マイクとかつけるための部品っぽいですね。じゃあこれはここに戻しちゃって、じ
じゃあ次こっち行きましょうか。クイックインストレーションガイド、イマーシブ 3DVR エクスペリエンス、没入できる 3DVR で、ここにサンキューとあって、ダンさん CEO ですねのなんかメッセージが英語と中国語マンダリンで書いてありますね。あとサポートの E メールと電話番号もありますね。裏面は何かあるんですかね。なるほど。これがクイックスタートガイドで、カメラのオンからマイクロ SD カードを入れるマスターレンズの位置、スタジオと、先ほどのユーザーガイドと同じ内容ですね。念のため現場で何か忘れちゃったとかってなったら持っとくといいかもしれないですね。じゃあこのクイックスタートガイドの下にあったストレージ 4DC54V、 これはさっきの電源関係を入れるところですかね。さっきの持ってきて、これをもしかするとこのまま、なるほど、そういうことですね。いろいろ考え尽くされてますね。蓋が欲しい人はまた戻してもいいですしと、このまま続けさせていただきますと。じゃあこっち行きましょうか。これはショルダーストラップと、イーザネットケーブル、これ PoE ケーブル対応するってことですかね。これなんか点線があるんで、多分ここぶち抜いてやる。こっちは箱なってるんですね。なるほど。これがさっきのショルダーストラップで、これで肩からこのアタッシュケースを肩からかけられますよと。これはそうですね。これが PoE ケーブルですね。ちゃんとしたこういうクリップもついて、なかなか親切な。なるほど。2、3メーターぐらいあるものをもうすでに内包されてますね。なるほど。じゃあこれ買ったら基本的にはあとはバッテリーと、あと内蔵マイクがやったらマイクを買ったりだとか、バッテリーさえあればもう動き始めるという感じなんですかね。これをここに戻しちゃって、あとは先ほどのこのケーブルもショルダースタッフ使ってこうやってペタッてはめられますね。さて、じゃあ最後の本命ですけれども、この実際のカメラをちょっとじゃあ一旦ここに置いて、私ケースに置いてみましょう。はい。なるほど。これはこっちを見ると、ここにいろいろ設定のボタンがありますね。オンオフだったり、あと動画モード、写真モードですかね。あとはこれ各レンズにマイクロ SD を入れるためのラップがありますね。これじゃあ回していくと、ここにもマイクロ SD、 これカメラ2番っていう番号が振ってありますね。他のメーカーだったらこれが意外と大変だったりするんですよね。番号が分かんなかったりだとか。あとは SD カード、SD 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 カード。そうですね。これを回した限りでは、側面は、裏はどうなんですかね。裏は。など、ここに PoE ケーブルを挿して、あとはここに三脚用の先ほどの部品と、あと外部電源を取る場合はここに挿すという感じですかね。これさっきのマイクのやつなんですかね。そうですね。これで何か接続するのであれば、これで接続できるということですね。一応この下にクッションとかがあって、そのまま下に置いてもあまり傷つかないというような感じですね。でさっきちらっともうお見せしちゃいましたけど、このバッテリーのコンパートメントを開けてみましょうか。ここに2つバッテリー入れられますね。で、これの一つの特徴なんですけど、僕も最初メーカーさんと、中国の深センで打ち合わせして驚いたのが、ホットスワップ可能らしいですね。というのは、例えば、どっちかのバッテリーが切れたら撮影中、バッテリーを抜いてまた入れ直すということが、できるらしいですね。撮影を、中止せずとも。それは一つすごい便利な機能だなって個人的には思いました。開封の儀は、こういったところです。これからですね、実際にいろんなところで撮影して、映像のフィードバックも、アップしていきたいなと思います。じゃあ、野間松永で、神田オ社のオプシディアン S の、開封の儀でした。では失礼します。